どうも見て聞く映画マガジンアルテミシネマへようこそ。せやです。今日はワーナーブラザーズスタジオツアー東京ザ・メイキング・オブ・ハリー・ポッターにやってきました。ということで、映画ハリーポッターやファンタスティック・ビーストシリーズに登場するセットや実際の衣装、小道具などを展示する豊島園跡地にできたスタジオツアー施設、通称ハリポタツアーに参加してきましたので、今回は参加した上でこれから行く人に伝えておきたい注意点を8ポイント紹介した後、警告を挟んでネタバレありの体験レポートをお伝えします。大事なポイント1、早めの予約。まず何より最初にチケットを取らなければツアーには参加できません。大前提として大事なのが早めの予約です。予約フォームは混み合っていることも多く、行きたいと思ってすぐ行ける状態ではないので、何ヶ月も前から日付を決めて予約しておきましょう。ポイント2、歩きやすい靴。ハリポタツアーは正直ディズニーランドに行ったくらい足が疲れます。ディズニーのようにアトラクションに座って楽しみながら休むといった時間もなく、ほぼひたすら歩き回るので、格別なこだわりがない限りヒールなどはやめて、歩きやすい疲れにくい靴にしましょう。これはとても大事なポイントです。そして当日一番大事になってくるのがポイント3、時間配分です。今回施設全体の広さは東京ドームおよそ2つ分だそうです。たくさんあるセットや体験コーナー、食事、ショッピングまでを全て徹底的にこなしていくと5、6時間あっても足りない可能性があります。全体をバランスよくある程度楽しむか、どこにこだわるかを決めておいて他を大雑把に見るか、体力に自信があるなら早い時間のチケットを取って何時間も使うか、どう楽しむにしても事前の予定を立てて時計を気にしながら回るのがベストです。ポイント4、1時間前の到着を目指しましょう。ツアーはチケットの時間に開始ですが、建物に入れるのは予約の1時間前から。ツアーの前に広大なグッズ売り場と2種類のフード店を楽しむことができるので、取れるチケットが遅い時間しかなかったけど、その前から時間を確保できるぞという人は1時間前に着くことをお勧めします。ちなみに1時間前になっていなくても、外の門でチケットを確認された後、建物の外の広場を散歩したり、ベンチで座ったりすることが可能です。その他、1時間前から入れるグッズ売り場でホグワーツ生が着るローブを買うことができますが、名前の刺繍サービスなどは1時間以上待つこともあるため、当日刺繍してもらってそのまま回ることは難しい可能性があります。当日買ったローブでツアーを回る予定の方は、名前の刺繍を優先するとローブでは回れないかもしれないことを覚えておいてください。ポイント5、大きな荷物は預けましょう。施設の入り口、インフォメーション横にあるクロークサービスは誰でも無料で利用できます。この後長いツアーが待っているので、荷物を預けて貴重品やカメラだけの身軽な状態にするのがおすすめです。ツアー前にショッピングを楽しむ場合、ローブやカチューシャ以外のツアーにいらないものはクロークに預けていきましょう。ポイント6、スマホの電池に注意。ハリポタツアーは動画や写真を撮りたいところだらけ。たくさん動画を回して写真を撮りまくってインスタにストーリーしてなんてやってたらすぐに電池切れが近づいてきます。普段モバイルバッテリーを持ち歩く癖がない方がモバイルバッテリーを持っていった方がいいのはもちろん、行きの電車ではなるべくスマホを使わないとか、ストーリーをやたらに上げすぎないとか、必要に応じて機内モードにするとか、工夫して電池切れを防ぐことが大切です。ポイント7、進んだら原則戻れない。ハリポタツアーは順路が決まっているので、一度進むと逆回りができなくなる可能性があります。移動してからあの場所であのポーズの写真を撮っておけばよかったなんて思っても、時すでに遅しになるかもしれないので、どんなエリアでどんな写真を撮りたいか前もって計画を立てておくのがベストです。ちなみに見学施設の混み具合に応じては、一度進んで戻ってくるのもありですとスタッフが案内してくれる場合があります。その場合は逆回りしてもいいかもしれません。最後にポイント8、トイレの位置に注意。トイレは施設内に5カ所、ツアー前後に行けるショップやレストランがあるところに2カ所あって、ツアーが始まるとツアーの中には3カ所しかありません。1カ所目はホグワーツレッスンと禁じられた森の間、2カ所目はハグリッドの小屋とバックロットカフェの間。ここまでは間隔が短いのですが、次にトイレに行ける3カ所目はツアーのかなり終盤、ほうきに乗れるブルームエクスペリエンスの近くです。そこまでにカフェやバタービールバーもあるので、よほど膀胱に自信がない限り、ハグリッドの小屋の後には行っておくことをお勧めします。ということで、8個の大切なポイントをお伝えしましたが、どれにも共通して言えるのはスケジューリングが大切ということです。ぶっつけで行くと時間が足りなかったり、思うようにことが運ばないかもしれないので、多少はどう時間を使うか決めてから行くのがベストだと思います。さて、ここからはハリーポターツアーを実際に回ってみたレポートに入ります。各エリアの所要時間としてざっくり見て回った場合と本気で全部見物した場合の時間も個人的に予想してみているので、時間配分の参考にどうぞ。ツアーのネタバレになる内容なので、行ってから初めての感動を味わいたい方はこの先には進まず、ご自身の目で確かめてきてください。まずはここまでのご視聴ありがとうございました。ということでレポート開始ですが、自分が取れていたチケットは午後3時半でその日最後のツアーだったのですが、余裕を持って向かったら2時前に着いたので、モニュメントを撮影したりしながら20分くらいのんびり過ごしました。建物入場時間になる2時半に向けて早くも建物の前にスタンバイする人も増えていたので、自分も2時過ぎにスタンバイ。スタッフさんが5分前倒しで開けてくれたので、2時25分には建物に入れました。空飛ぶドラゴンに見下ろされながら建物に入ると、ソファーやベンチがたくさんある広めのロビーのような空間が、入るとすぐにハリポタの映像が BGM 付きで流れていて気分が一気に高まります。まずはロビー左側のグッズ売り場、スタジオツアーショップから。このグッズ売り場がもうここ
こだけで満足してしまうぐらい最高で、魔法省のような空間やクイディッチをフィーチャーしたところ、ダイアゴン横丁のような場所やファンタビの動物たちを模した彫刻などなど、商品以外にも魔法ワールド要素全開のデコレーションが棚の上までびっしりで大興奮させてくれました。なんとここを彩るデコレーションには7000以上のアイテムが使われているそうです。グッズもローブやクイディッチユニフォーム、ツアーを回る時のカチューシャといったファッション系や、ヘドウィグやニフラのぬいぐるみ、魔法の杖、タイムターナーなどのアイテム、お菓子や文房具まで様々なグッズが置かれていて、時間を自由に使えたら1時間以上かけても飽きないぐらいデコレーションも品数もすごい空間でした。ちなみに今回のツアー、ショッピングスポットはこのスタジオツアーショップと9と4分の3番線のレールウェイショップがありますが、いずれも現金やクレジットカード、電子マネーなど幅広い支払い方法が選べます。ロビー右側の空間に向かうとフード系のお店2つ、フードホールとフロッグカフェがあるゾーンになり、ホグワーツの大広間のように上空のキャンドルがお出迎えしてくれます。ちなみにツアーで回る大広間にはキャンドルが浮いていないので、キャンドルを背景に写真を撮りたい方はここで撮る必要があります。フードホールではイギリス料理を中心に軽食からディナーまで様々なメニューがあり、中には9と4分の3番線のロゴが入ったプレートもあります。僕はスラグホーン先生がハリーやハーマイオニーに提供したシュークリームだらけのパフェ、スラグホーンサプライズを楽しみましたが、2人で食べて軽くお腹いっぱいになるようで満足でした。カエルチョコをモチーフにしたフロッグカフェ。僕はここでは注文しませんでしたが、ホグワーツの各寮の色でカラフルなスイーツが並んでいたりして可愛かったです。ファンタビのニフラーがモチーフのムースや賢者の石のティラミスも食べられるようなので、スイーツが食べたい方はこちらもぜひ。ということで、食事とショッピングをある程度済ませたらツアーの時間がやってくるはず。もしまだフードホールやショッピングに思い残しがある方は、7時半まではツアー後も利用できるはずなので、計画的に戻ってきましょう。ツアーが始まると、まずは歴代ハリポタやファンタビのポスターが並ぶオープニング空間へ。その後は一度撮影禁止のルール説明ゾーン、ダニエル・ラドクリフたちも登場するスクリーンシアターを経て大広間に出てきます。ここでのスタッフ説明まではツアー全員一緒に参加ですが、ここからは各自のペースで見て回ることができます。動画冒頭でお話しした通り、時間配分に気をつけて自分に合った楽しみ方でエンジョイしましょう。大広間にはホグワーツ生たちが食事するテーブルや寮生たちの制服、先生たちの衣装、組み分け帽子などが並んでいます。ちなみに先ほども言いましたが、ここにはキャンドルは浮いていません。キャンドルと写真を撮りたい場合は、ツアー前後にフードホールの入り口で写真を撮りましょう。映画でもおなじみ、動く大理石の階段と肖像画たちを眺めながら歩いていきます。ここでは自分たちが肖像画の一員として動く映像を撮影し、保存することもできます。階段の後はグリフィンドールの談話室やベッドルームでハリーやロンたちの生活に浸ってみたり、スリザリン談話室でクールなスリザリン生の一員になった気分になったり、さらにはクリッチの観戦シーンの撮影に自分たちが参加する映像を作るみたいな体験もできてしまうホグワーツライフゾーンへ。衣装と小道具のゾーンではハリーたちが戦う練習に励んだデスイーターの置物や姿をくらますキャビネット、記憶を映し出す憂いのふるい、ダンブルドアの校長室などでセットや小道具をたくさん楽しんで、フラーやクラムの制服、ハーマイオニーのドレスなど豪華な衣装にワクワクすることができて、全てしっかり見たら1時間以上かかりそうなくらいの情報量。僕は今回ベラトリックスの杖と闇の印を身につけていたので、しっかりデスイーターコーナーで写真を撮ってきました。その次はホグワーツレッスンゾーン、闇の魔術に対する防衛術、魔法薬などホグワーツでおなじみの授業の空間が広がります。憎たらしいアンブリッジ先生による大量の教育例も貼られていました。禁じられた森に入る前にトイレチャンスがあります。そして禁じられた森では墜落したフォードやハグリッドとバックビーク、ケンタウロス、アラゴグなどに会うことができます。暗い森から屋外へ、そこにはおなじみハグリッドの小屋があります。中には犬のファングがいたり、可愛いベッドを見ることができます。ハグリッドの小屋とバックロットの間にトイレチャンスがあります。この後しばらくトイレがないのでここで行っておきましょう。屋外に来たこの辺りでツアーは中間の折り返し地点といったところ、ここにはバックロットカフェというレストランがあり、雰囲気は庭園のようです。ホグワーツの各寮をモチーフにしたプレートセットやヘドウィグ、アラゴグなどがモチーフのスイーツなど、しっかりした食事からデザートまでを幅広く楽しめるほか、アンブリッジ先生の英国式アフタヌーンティーも注文できます。その外にある空間が見どころいっぱいのバックロットですが、まず建物側にあるバタービールバーをご紹介。映画でもおなじみの見た目がビールっぽい可愛いドリンク、バタービールはやっぱり飲んでおきたいですよね。ハーマイオニーのように口に泡をつけた写真をあえて撮るのも楽しみの一つです。1100円で飲めるこのバタービールはビールとは言ってもノンアルコールで年齢制限はありません。個人的にはユニバーサルスタジオで飲めるバタービールより飲みやすく甘いバター風味が楽しめました。ちなみにバタービールが入った専用カップは持ち帰り可能。親切に洗い場が用意されているので、綺麗に洗って記念に持ち帰りましょう。バタービールバーと同じ屋外のバックロットゾーンには大量の展示が点々と並んでいます。賢者の石に出てくる巨大なチェス盤に参加したり、秘密の部屋に出てくる空飛ぶフォードに乗り込むこともできるし、ホグワーツの渡り廊下的に使われている橋を渡れたり、プリベット通りにあるダーズリー家に入ることもできます。家の中には手紙が待っていたり、マージおばさんが膨らんでいたりとても愉快。ハグリッドが運転するサイドカー付きのバイクも置いてあるし、アズカバンの囚人に出てくるナイトバスでも写真を撮れちゃいます。そんなバックロットから屋内に入ると、ついにあの9と4分の3番線があります。
少し列を待つ可能性はありますが、ホグワーツ急行や壁に入りかけのカートと一緒に写真を撮ったり、ホグワーツ急行の中に入ることも可能です。急行の中ではいろいろな映画のホグワーツ急行に関する名場面を堪能できるので、ぜひコンパートメント一つ一つを眺めてみてください。その奥にはファンタスティックビーストシリーズで登場する列車グレートウィザーディングエクスプレスの展示もあり、登場人物が着た衣装も展示されています。レイルウェイショップという小さめのお店もホームにあって、9と4分の3番線やホグワーツ急行に関連したアイテムを買うことができます。建設コーナーは建築に使われた素材などを見学できる建築物マニア必見のゾーン。その次は不死鳥の騎士団で大きな戦闘も行われた魔法省です。象徴的な石像や職員のオフィスもあり、荘厳な雰囲気をたっぷり感じられるほか、魔法でワープしてきたような映像を撮ることもできて、 QR コードによって後でスマホに保存することができます。ちなみに僕は2回やったのにタイミングと場所をミスったらしく、いい感じにワープ映像を撮れませんでした。合図の音が鳴ったらゆっくりくるくる回ってからゆっくり歩き出すくらいがいいかもしれません。クリーチャーコーナーにはドラゴンや狼男、魔法の本や動くハリウッドの頭など生き物に関する技術が詰まっています。今回はドビーに差し出す写真を撮るためだけに靴下を持参してみました。その後は体験コーナー、ブルームエクスペリエンスの列に並ぶと、日刊予言者新聞に掲載される指名手配犯になった写真を撮ってもらった後、自分がほうきに乗った映像と写真を撮ってもらえます。有料になりますが、高画質な動画と写真を後で保存してみることができます。ほうき体験の後は久々のトイレチャンス、ツアー最後のトイレです。音響作りや音楽を紹介するアートオブサウンドコーナーでは、映画を彩る音をどのように使っているかを紹介してくれます。そこを抜けると目の前にダイアゴン横丁が広がります。店には入れませんが、グリンゴッツ銀行やオリバンダーの杖の店、双子のウィーズリーによるいたずらグッズショップウィーズリー・ウィザード・ウィーズなど、ホグワーツの生徒や魔法使いたちの欲しいものが揃うショッピング街を楽しく歩くことができます。昼の光景と夜の光景が数分ごとに細かく切り替わり、いろいろな写真を撮ることができるのも特徴です。ポスターやタペストリーが飾られたグラフィックアートコーナーを抜けると、しっとりした音楽と一緒にラストの展示ホグワーツの全体模型が見送ってくれます。最後はシリーズに携わったたくさんのキャスト、スタッフの名前が書かれた杖の箱がエンドロールのように展示され、ダニエル・ラドクリフやエマ・ワトソンなどみんなの名前を探すのを楽しめます。しっかり杖と一緒にベラトリックス役ヘレナ・ボナム・カーターの名前を撮影してきました。これでツアーは終了。ツアーが終了した時点でまだ営業時間が終わってなければ、ロビーに戻ってフードやショッピングを楽しめます。電子チケットで来た人で記念に紙チケットが欲しい人は、帰りがけに屋外のチケットブースで紙チケットをもらいましょう。ということで、これでツアーレポートは終了。もちろん100分は一見にしかずですし、一応全容レポートとはしたものの、細かいところまで全て伝えられたとは到底言えませんので、まだの方はぜひご自身の目で確かめてください。ということで、今回はここまで。今後もアルテミシネマでは皆さんの映画ライフがより楽しく充実したものになるような様々な動画を投稿していきますので、この動画が気に入ってくださった方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。僕セアのツイッターでもその他いろいろな映画をまとめて紹介していますので、ぜひ@sea_moviesに遊びに来てください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。